分が所有しているアクションカメラが夜間撮影をするとどのように撮れるのかというところを見ていきたいなと思っているんですね。ノイズ処理の方をプラス1にしてますね。カメラがですね、ボンネットに取り付けているものですから、酔っ払いがですね、そのカメラを見つけましてはい、皆様こんにちは。本日は、こんばんはですね。DJI オズモアクション4を使いまして、夜間撮影の方を撮りにやってまいりました。実はですね、こちらのカメラの方を購入してからですね、夜間撮影をしたことがないんですよね。で、夜間撮影といえばですね、同じ DJI であれば、アクション5 Pro の方が明るく、そしてノイズも少なく撮れると思うんですけれども、こちらの方で今までですね、所有していたにもかかわらず、夜間撮影したことなかったんですよね。なので今回ですね、自分が所有しているアクションカメラが夜間撮影をするとどのように撮れるのかというところを見ていきたいなと思っているんですね。で、まずカメラの設定の方なんですけれども、ひとまずレンズの前にですね、ブーストレンズの方を取り付けまして、4K の30フレームで撮影の方をしておりますね。そして、手ブレ補正の方はロックステディの方を使っております。あとはですね、ノーマル色ではなくてですね、D-Log の方に設定をしているんですね。ちょこちょことですね、家の方でどうやったら明るく撮れるのかなというふうに確認いたしましたところ、ノーマル色よりも、どちらかと言いますと、D-Log の方を使った方が、環境の明るさの方は、ちょっと明るくなるんですよね。そのためですね、実際にどういう感じで撮れるのかなというところが知りたいので、今回ですね、D-Log の方にしていると。あともう一つですね、ノイズ処理の方を、こちらカメラの方を設定できるんですけれども、ノイズ処理の方をプラス1にしてますね。あと、シャープネスの設定もできるんですけれども、こちらの方はプラスマイナス0で変更はありませんという感じでですね、現在撮影の方を行っているんですけれども、あともう一つですね、ISO 感度の方は100から1600に設定してますね。自宅での確認にはなりますけれども、部屋の中でですね、確認してみましたところ、明るさに関しましては、3200にした方が本当はいいんですけれども、結構映像荒れちゃうような気がするんですよね。で、そのためですね、ちょっと1600の方にしております。で、露出設定はプラスマイナス0と。どんな感じで映っているんでしょうね。今回ちょっとぶっつけ本番ということもありまして、うーん、どのぐらいノイズが出るのか、そしてどのぐらいの明るさで撮れているのか、で、それがですね、私自身の許容範囲として扱えるものなのかというところがですね、非常に気になっているんですよね。明るさだけで言えばですね、GoPro なども明るく撮れるんですよね。ただし、明るく撮れるからと言っていいというわけではなく、明るく撮れているにもかかわらず、かなりザラザラと言いますか、メタメタと言いますか、輪郭どこ行ったっていうような感じの映像になってしまいますので、メジャー3大メーカーの中では GoPro はやっぱりちょっと、夜間撮影は苦手かなと。それこそですね、夜間に、
ノイズの方を非常に減らしてですね、目立たないようにして撮影をするのであれば、ISO 感度がだいたい400ぐらいになっちゃうんですよね。私はヒーロー10を使ってるんですけども、なので、ISO 感度800でギリギリ許容範囲かなという感じですから、ちょっとですね、GoPro は厳しいかなと。ISO 感度400であれば、かなり暗くなってしまいますので、さあ、現在のアクション4。ちょっとですね、古いタイプにはなりますけれども、これがですね、現在所有しているアクションカメラの中では、まずまともかなと、夜間撮影に関しましては。夜間撮影といえばですね、DJI Osmo Action 5 Pro、そして、インスタ360 AS Pro 2、どちらの映像が好みかと言いますと、私はどちらかといえばなんですけれども、AS Pro 2の方が好みかなというふうに思いますね。で、今回ですね、ノイズ処理の方をプラス1にしておりますけれども、こちらの方を、プラス1にすることによりまして、通常よりもですね、少し強めにノイズ処理の方を行いますので、ちょっと映像のですね、全体的に輪郭の方が甘くなってしまうかなというふうに思うんですけれども、こればかりはですね、しょうがないかなと。結果が良ければですね、編集時のソフトウェアでシャープネスの方をちょっとかけてみようかなというふうには思いますけれども、シャープネスをですね、上げると、ノイズにエッジが立ってしまってですね、かえってノイズ目立っちゃうんですよね。なので、どちらかと言いますと、シャープネスの方はあまり夜間撮影ではかけない方が良さそうかなという印象なんですけれども、あとですね、少し期待しているのは、ブーストレンズ取り付けておりますので、それによってですね、画角の方が広くなりますから、情報がですね、密集していると言いますか、それによってですね、多少なりともノイズの方が目立たなくなってくれればいいなという感じなんですよね。さあ、この辺はですね、ちょっと暗いんですけれども、どうでしょうかね。このくらいの暗さで、実際の暗さと比べてですね、比べるのは私自身しかいないんですけれども、自宅に帰りまして、どんな感じに映っているのかというところを確認してみたいんですけれども、この後はですね、ちょっと、繁華街といいますか、明るいところを走ってみようかなと思っておりますね。さあ、少し明るいところに出てまいりました。この通りはですね、ちょっと街灯が多いので路面がちょっと明るいということもありますし、あともう少し先に行けばですね、すすきの繁華街になりますので、ネオンですとか建物自体が明るくなってきますので、その時にですね、どんな感じで映るかなと。ちょっと心配しているのはですね、あの、カメラがですね、ボンネットに取り付けているものですから、酔っ払いがですね、そのカメラを見つけましてふざけてですね、もぎ取っていかれるというようなことも、なきにしもあらずなので、ちょっとそれが不安かなと。そうなったらですね、なんて言うんでしょうね、もう車から降りてですね、走って追いかけて、ぶん殴ってやろうかと思いますけれども、ここはですね、原付なんかではちょこちょこ通ったりするんですけれども、車で通るとですね、時間帯にもよるんですけれども、車全然進まないんですよね。
なので、この通りをですね、抜けるまでにかなり時間の方がかかるかと思いますけれども、少し明るくなっている繁華街がですね、どのように映るのかというところを、私自身も皆様にも見ていただこうかなというふうに思いますね。意外とボンネットの上のカメラの方は気づかれないですね。はい、ということで、繁華街の方を抜けまして、こちらの方にやってまいりましたけれども、そろそろですね、いい時間取れたのではないかと思いますので、本日はこの辺で動画の方を終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。